本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。このチャンネルを見てくださっている 70% 前後の方たちは中国語話者の方たちです。今日はその中国語話者の方たちがよく間違える何々にとってと何々に対しての違いについてお話しします。この2つは中国語に訳すとどちらも对于何々と訳すことができるのですごく混同しやすいんですね。でも日本人はこの2つをはっきりと使い分けています。この動画を見ればこの2つの違いがはっきりわかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずわかりやすい例から考えてみたいと思います。では最初の問題です。住民たちは政府抗議した。これはにとってでしょうか、に対してでしょうか。これは簡単です。住民たちは政府に対して抗議したですね。多分皆さん間違いなかったと思います。このことから A は B に対して動詞という時には A はその動作をする人またはもの、 B は動作や関心の対象、そして最後に動作や関心を示す動詞が来るっていうことがわかります。ですから基本的には最後に動詞がある時には何々に対してを使うことがとても多いっていうことがわかります。そして実はこの場合の何々に対しての対しては省略することもできます。例えば今の文だったら住民たちは政府に抗議したということもできるんですね。意味は全く同じです。もしかすると口語だったら省略することの方が多いかもしれません。それでちょっと難しいのは最後の部分が動詞ではなくて形容詞の時ですね。この時には何々に対してを使えばいいのか、何々にとってを使えばいいのか迷ってしまうかもしれませんね。では問題です。あの先生はいつも学生何々厳しい。これは普通は学生に対して厳しいを使うと思います。どうしてだと思いますか？この厳しいっていうのは形容詞ですが、ここでは厳しい行動をとっているという意味ですよね。つまり厳しいというのは形容詞ですが、実際にはこの先生はいつも学生に厳しい行動、態度をとっているという意味になりますので、実際には動作と関係がある言葉なんですね。厳しい行動や態度をとるのは先生で、その動作の対象は学生ということになります。でももしこういう場合はどうでしょうか？あの先生はどの学生にも同じように接しています。山田くんも佐藤さんも特にあの先生は厳しいとは思わないけれど、山本さんという学生はとても敏感な人です。それで山本さんだけはあの先生のことを厳しいと感じているという意味の文を作りたければ何と言えますか？あの先生は山本さんにとって厳しい、または山本さんにとっては厳しい。こういう場合は山本さんにとってはのようにはをつけて他の学生と山本さんが違うっていうことを強調することが多いですね。このことから A は B にとってという場合、 A は動作主ではありません。非動作主って言いますけど、何か動作をする人や物ではないということですね。そして B は A を見て何かを感じたり評価したりする人や物ということになります。ですからあの先生は山本さんにとっては厳しいというのは
山本さんは先生を見て厳しいと感じる、厳しいと評価するという意味になります。実際に先生が厳しい行動をとっているかどうかっていうのはポイントではなくなるんですね。では次の問題です。この写真は私何々大切です。これは私が写真を見て大切だと感じている、大切だと評価しているという意味なので、私にとって大切ですになりますね。大切っていうのは動作ではありませんので、対してを使うことはできません。次の問題です。それは住民何々大問題だ。どうですか？この文の意味は、住民はそのことを見て大きな問題だと感じているという意味なので、住民にとって大問題だになりますね。だんだん分かってきましたか？同じように、ある人がある人にとって恩人だとか、あるものはある人にとって芸術だとかビジネスだのような名詞が続いた時にもにとってを使います。では次の問題です。太陽は地球なくてはならない存在だ。どうですか？ここで注意したいのは、地球というのは人でもないし動物でもありませんので、何かについて必要だとか大切だとか感じることは普通はありません。でも地球に住んでいる動物や植物にとって太陽は必要不可欠ですね。ですからここでも地球にとってを使います。 A は B にとって必要なものだという場合、この B の部分は人や動物ではないこともあるっていうことを覚えておいてください。では次の問題です。店員はお客様何々敬語を使うべきだ。どうですか？敬語を使うっていうのは動作ですね。そしてお客様がその動作の対象なので、お客様に対して敬語を使うですね。では次の問題です。このチャンネルは日本語学習者何々役に立つ。どうですか？もしかすると役に立つというのは動詞だから、これは動作だと思ってしまうかもしれませんが、この役に立つっていう動詞は動作を表すのではなくて、すごく使いやすいとか価値があるっていう状態を表していますよね。成かどうかというと、成を表す言葉ですね。こういう場合は日本語学習者にとって役に立つのようににとってを使います。日本語学習者が役に立つと感じたり評価したりするからですね。最後に何々に対してにはもう一つ対比の意味もあることを覚えておきましょう。例えば、遊んでばかりいる弟に対して兄はいつも勉強している。こんな文があります。これは弟と兄を対比している文ですね。こんな風にあるものとあるものが全く正反対だと言いたいときには A に対して B という言い方をします。例えば、母は厳しいのに対して父は優しい。こういう言い方ですね。これも母と父を対比して、母は厳しい、でもその一方で父は優しいという意味なんですね。注意したいのは、何々に対しての前に動詞や形容詞の普通形が来るときには、何々のに対して、今の場合は優しいのに対してのようにのをつけてからに対してを続けます。はい、
わかりましたか？今日は何々に対してと何々にとっての違いについて考えました。こう考えるとこの2つはかなり違う意味があるということがわかりますね。まとめると A は B に対してという場合は A は動作主、 B はその動作や態度の対象ということになります。それに対して A は B にとってという場合は B は A を見てこう思っているという意味になります。皆さんにとってどんな文法を間違えやすいですか？ぜひこのチャンネルに対してたくさんコメントをしてくださいね。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。